さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。111回目の今回は、3代目ミスタータイガースと称された選手の紹介になるよ。その選手とは、阪神、西武に在籍していた、田淵幸一選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。田淵幸一、1946年9月24日生まれの75歳、東京都豊島区出身の元プロ野球選手だよ。引退後は指導者、監督、コーチ、野球解説者、野球評論家、タレントを務めているよ。ニックネームはブチ、ぶっちゃん、田豚、おっさん。そして3代目ミスタータイガースとも称されているよ。田淵は中学校で野球を始め、法政大学第一高等学校に進学。1年生時の秋季東京都高等学校野球大会では正捕手として準決勝に進出するが、日大一高に7回日没コールド負けを喫し、選抜大会出場を逃す。3年生時の全国高等学校野球選手権東京大会では準々決勝まで進むが、日大二高に9回サヨナラ負けを喫し、全国選手権出場には届かなかったよ。1965年に法政大学経済学部に進学。1年生の春から、東京六大学野球リーグに出場。同年にはマニラで開催された、第6回アジア野球選手権大会日本代表に選出され、日本の優勝に貢献。2年後の同大会では中心打者として、完全優勝を飾っているよ。大学在学中に3度のリーグ優勝を経験。リーグ通算97試合出場し、342打数94安打、打率2割7分5厘、78打点。ベストナインに3回選出。山本、富田と共に、法政サンバガラスと呼ばれ、3年生の春にそれまでの本塁打リーグ通算記録を更新、通算で22本塁打まで伸ばし、1997年に慶応の高橋に破られるまでリーグ記録だったよ。そして1968年度ドラフト会議にて、阪神から1位指名を受けて入団。ドラフト会議前には巨人の指名が確実視され、本人もそれを望んでいたとされたが、山本や関西出身の富田を指名すると噂されていた阪神が、在京ならまだしも関西球団はちょっと、という田淵を1位指名したよ。阪神入団後は強肩強打の捕手として、1年目からレギュラーに定着。117試合に出場し、打率2割2分6厘ながら22本塁打を放ち、捕手として初めての新人王を受賞。2年目の1970年8月26日の広島戦で、外小刃から左こめかみに死球を受け混沌。耳からは血が流れており、すぐさま救急車で病院に搬送。この時の怪我が原因で、田淵の体質が変わってしまい、入団当時はもやしや、キリンなどのあだ名をつけられるほど痩せていたが、だんだんと太り出してしまったとされるよ。この頃から、打撃フォームを一本足打法にしてから飛距離が伸び始め、1972年には34本塁打を記録。そして稲津と黄金バッテリーと呼ばれたよ。また1973年は37本塁打を放ち、4月から5月にかけて、巨人を相手に、同一カード7打数連続本塁打を記録したよ。1974年には自己最多の45本塁打を記録。またこの年に父親が他界、当日試合前に知らせの電報を受け取り、監督の金田も、試合を機にせんと帰ったれと、田淵を気遣ったが、それでも出場し、平松から本塁打を2発放ったよ。1975年には130試合に出場し打率3割3厘を記録し、王の14年連続本塁打王を阻止する43本塁打を打ち、初タイトルの本塁打王を獲得。1976年は130試合に出場し打率2割7分7厘、39本塁打89打点を記録し、5度目のベストナインを獲得。1978年のオフ、11月15日の深夜に田淵は大阪梅田のホテル阪神にて、西武ライオンズにトレードを通告されたよ。阪神から田淵、古沢、西武から真由美、竹之内、若菜、武田の4人という大型トレードであったよ。このトレードは、深夜に呼び出されて通告されるという異例のものであり、田淵にとっても不満は大きかったそうだよ。球団側の、今度行く西武の根本監督は良い監督だから、行ってよく勉強してこい、という説得に対し、じゃあ、ブレイザー監督は良い監督ではないんですかと言い返したそうだよ。西武では体を鍛え直し、1980年に一塁手に転向、指名打者でも活躍。同年には5年ぶりとなる40本塁打以上となる43本塁打を記録するも、1981年は15本塁打と大幅に記録を落とすよ。1982年には、阪神では成し得なかったリーグ優勝、中日との日本シリーズでチームは日本一を達成。1983年にもリーグ優勝と日本一も経験。
同年には7月10日までに29本塁打を放ち、当時のシーズン最多本塁打記録の55本の更新と、セパ両リーグ本塁打王獲得が期待されたが、13日の近鉄戦で柳田から死球を受け、左手首骨折により長期欠場。1983年の巨人との日本シリーズでは、第1戦で江川からスリーランを放つと、第5戦では、日本シリーズ29イニング連続無失点中であった、西本を攻略するために、バットを短く持って打席に立ち、ホームランにするなどの活躍をし、このシリーズの優秀選手賞を受賞したよ。そして翌年の1984年9月23日に、現役引退を表明したよ。引退後の1985年から5年間、TBS の解説者を務めるよ。そして1985年オフに、西武の監督廣岡が解任。公認監督にオーナーの希望で、田淵の名前が挙がり、球団フロントは参謀役に、前年退団していた森を当てようと考えたが、森は首を縦に振らず、田淵の監督起用を断念、森が西武の監督に就任したよ。1987年オフに阪神監督の吉田が解任。後を継いだ新監督村山実から、ヘッド兼打撃コーチ就任を依頼されたが、過去にトレードに出された際の、球団の不手際もあり、復帰を断ったよ。田淵は、村山タイガースなら帰るが阪神タイガースへなら帰りたくない、と述べたそうだよ。1990年に大英の監督に就任。ヘッドコーチに黒田、打撃コーチに太田、スコアラーに豊倉と西武 OB を招聘。西武同僚の杉本、広橋を今位の星野監督率いる。中日からトレードで獲得したよ。1年目はチーム順位、打率、本塁打などの成績すべてリーグ最下位に終わったよ。41勝85敗、勝率3割2分5厘は、2リーグ制以降の球団のワースト記録。1年目は早々に竹之内打撃コーチと意見が合わずに退団、中西投手コーチは休養となったよ。1991年は5位、1992年は4位と順位こそ上がったものの、長い低迷から脱することはできずに解任。そして1993年から2001年までは、再び TBS の解説者を務めるよ。2001年12月20日には、親友である星野の阪神監督就任に伴い、古巣阪神のチーフ打撃コーチに就任。自身にとっては24年ぶりの阪神復帰となり、背番号は88となったよ。翌2003年のリーグ優勝に大きく貢献。うねり打法と称した打撃理論で、浜中、関本などを育成。田淵のような、専任コーチ経験のない監督経験者が、監督退任後にヘッドコーチ以外のコーチに就いた例は、中西、杉下など兼任監督だったケースが大半で、田淵のケースは珍しい例だそうだよ。2003年オフ、星野が健康上の理由から監督を優退した際には、俺は監督と一連卓勝と、自身も10月31日に退団。また、同年オフに、星野の推薦で公認監督候補に上がったが、本人は固辞したよ。2004年、再び TBS 解説者として復帰。2007年1月29日、星野が北京五輪日本代表監督に就任し、再び星野の下でヘッド兼打撃コーチとなるよ。しかし結果は振るわず4位に終わり、チーム打率2割3分3厘は、決勝トーナメントに出場した4カ国の中で最低の成績で、長打率3割6分2厘は打率とともにワーストだったよ。2011年からは、星野が監督に就任した楽天のヘッド兼打撃コーチに就任。しかし、チームの極度の打撃不振から、6月5日付で打撃コーチ職を解任。ヘッドコーチ専任となり、翌2012年もヘッドコーチを務めたが、同年シーズン終了をもって解任となったよ。2013年には、TBS テレビ、ラジオの野球解説者、スポーツ日本の野球評論家へ復帰し、タレントとしても復帰。しかし2018年からは、TBS ラジオが野球中継から撤退したため、BSTBS や TBS チャンネルの野球解説者の傍ら、阪神 OB として在阪放送局のゲスト解説者としても活動しているよ。そして2020年1月14日、野球殿堂入りが発表されたよ。同年8月18日、東京ドームホテルにおいて、殿堂表彰式が執り行われたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。田淵がドラフトで阪神に指名される前、巨人関係者と会食し、君には背番号2を用意している、と言われ感激したが、この結果になってしまい落胆。一方諦めきれない巨人側も、田淵を一度阪神に入団させ後に巨人へ移籍させる、三角トレード、を提案、また密かに田淵との会談を画策したが、阪神側はトレードを拒否。巨人入りが絶望的となり田淵は阪神と契約。ちなみに阪神側から指名前の挨拶は一切なかったそうだよ。1977年から、田淵をモチーフとした漫画、頑張れ田淵くんが連載され、単行本がベストセラーになったよ。
漫画の中では、田淵の良きパートナーとしてヤクルトの安田彌や、また当時ヤクルトの監督で、後に西武の監督に就任する広岡もキャラクターとして登場。1979年には映画にもなったよ。モデルになった田淵本人は最初は知らなかったが、家庭内のネタは全夫人が、情報源であったことをテレビ番組内で語っているよ。自身をネタにされているにもかかわらず、田淵自身この漫画の大ファンで、いつも読んでは大笑いしていたそうだよ。NHK 教育テレビに出演した際には、漫画まで書いて応援してくれるなんて嬉しい。作者に会ってお礼が言いたい、とまで語っているよ。山本とは親友で、もともと大学時代、広島の田舎から出てきた山本に、田淵が東京を案内したのがきっかけだそうだよ。また現役時代、広島遠征時には、敵味方に分かれているにもかかわらず、山本と一緒に食事をしたり、山本の家に遊びに行ったりしていたそうだよ。田淵は、毎年のように大きな怪我や病気に見舞われ、怪我のせいでタイトルを逃したシーズンも多く、また、腎臓炎治療の際の投薬治療が原因で、太るようになったと言われているよ。全試合出場は1975年、1976年の2度しか記録できず、王の連続シーズン本塁打王をストップしたのは田淵だが、王は田淵について、瞬間的爆発力という点ではすごかったと思うけど、何しろ怪我が多かったからね。怪我らしい怪我をほとんどしない山本浩二や、衣笠の方が不気味だったね、と語っているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、自分自身の思い通りにはいかなかった野球人生だと思ったね。ドラフトでは意中の球団に入ることができなかった。それは誰にでもあることではあるけど、ただ、突然のトレードの通達で阪神への不満が募り、それは引退後のコーチなどにも影響を及ぼした。阪神球団にも事情あれど、田淵選手自身が不信を抱くには十分なものだったんだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。